いっすっすー、霊夢部長インスタを。おいっすっすー。今回は意外なキャラによる乙女要素や恋愛事情をご紹介していきますよ。東方プロジェクトの少女の恋愛描写ってほぼ皆無に等しいし、むしろオラオラ系で書かれるよね。そんな東方キャラに乙女なシーンってありますの？実は意外なキャラに限って乙女な部分があるキャラがいるのでご紹介しましょう。まずはじめに紹介するのは霧雨マリサです。ない。マリサってボーイッシュで強気だし、どちらかというと女子にモテるタイプじゃないか。原作のマリサは特にかっこいい感じじゃないのよ。確かにそう思ってしまいますが、なんとマリサが恋愛について反応する場面があったのです。まずマリサは現在は魔法の森で霧雨魔法店を経営。妖怪退治や水道工事、班長賭博の予想、異変解決など何でもやってくれる店らしいですが、場所も普通近寄るところではない上に本人が留守にしている場合が多く真面目に商売する気はない様子。マリサ節発揮してるな。性格は、負けず嫌いで意地の悪いところもあるが、根はまっすぐで、話すと楽しいキャラとされています。ほら性格も男の子っぽいじゃん。口調は弾幕は火力だぜでおなじみだぜやだなのような男口調じゃないか。マリサ口調の人がマリサの口調を語るのやめてくれます？確かに火力マンで男口調、性格も男の子らしいキャラですが、実は心の秘めたるものは乙女だったのだ。なんとマリサに恋愛感情があることがわかるシーンが東方公式漫画の東方鈴菜案にあります。話は生前に恋愛で未練があったと思われる女幽霊が男を操ってラブレターをもらうという変わった異変を起こしていました。いや生前に何があったんだよ。その女幽霊の噂を聞きつけたマリサと霊夢は夜な夜な張り付いていたのです。ちなみにこの時女幽霊がラブレターをもらうのが趣味というのは知りませんよ。そして見張っていると男が現れてラブレターを渡すのです。それを見てみた霊夢とマリサはキャーキャーなんですよ。あのマリサがめちゃくちゃ赤面してる。そう、しかもマリサの方からこれ以上見るのは野暮だなと、いち早くに察知している。あの火力マンでかっこいいマリサにもちゃんと女の子らしい恋心があったんだ。というか、原作にこんな恋愛感情豊かな名シーンがあったのも驚きだ。霊夢も霊夢で照れまくっていて、二人はちゃんと恋心があるんですよ。こんな二人可愛すぎじゃないか。なので二人にはちゃんと恋愛感情もあることがわかるのです。このようにマリサは意外にも乙女な部分を持っているキャラだったのです。まさかマリサがこんなにも恋愛に興味を持っていたとは驚きだよ。そして何よりも東方では少ない男子キャラの凛之介さんとの関係も見過ごせない。そうか、それがあったわ。凛之介さんは自分の能力を活かせないと今は独立したが霧雨店で修行をしていた時期があり、幼少期のマリサを知っているんだよな。マリサが凛之介さんにとても好意的なのは、マスタースパークを放つ時に使うミニハッケロを作ってあげたというのも大きい。凛之介さんの転職は間違いなく道具売りより道具製作です。そのためハッケロを非常に気に入っていてマリサ曰く、これがない生活は考えられないとまで断言するほど大切なもの。なので多少は愛という感情があるのではと思われますね。マリサは凛之介を見て育った節が多く、彼から様々な影響を受けていて、収集癖、ミニハッケロ、星の魔法といったマリサたらしめる事柄には凛之介が全て関わっているしな。好きな人は似てくるともありますからね。ちなみに凛之介は妖怪と人間のハーフであるため人間と妖怪が付き合えるようですよ。実は乙女な部分があるマリサが大人になった時が楽しみだね。続いて紹介するのは星熊遊戯です。ちょっと、冗談でもぶっ飛ばされるよ。姉御肌の遊戯姉さんが乙女なわけないでしょ。それはそれで失礼です。それでは星熊遊戯姉さんのプロフィールをご紹介しましょう。山の四天王鬼の四天王と呼ばれた最強の鬼の一人です。東方水長家の特典イラストを見ると肩に乗せたみよいちゃんがほぼマフラー状態のことを見ると身長は下手すると3メートルぐらいあります。みよいちゃんでもでかいのにそれ以上にでかいな。あなたはどこの大きさのことを言っているのでしょうか？スイカも四天王の一人であり、大昔は共に妖怪の山に住んでいたようですね。元ネタは、四天童子配下の四天王の星熊童子からだと思われます。能力は怪力乱心を持つ程度の能力で、未だに謎な能力だが怪力ならスイカも認めるぐらい半端ないようだ。性格は豪気で竹を割ったような性格で力強いもの、勇気あるもの、正直なものが好みで虚弱なもの、臆病なもの、狡猾なものには容赦しない。幻想郷でもトップクラスの実力を持つ天狗の社名丸綾や、技術力の高いカッパのニトリの上司でもあり、久々に会った時はもう上司ではないのにめちゃくちゃビビっていることを考えると昔は相当な鬼上司だったようです。今は地底旧地獄の旧都に住んでいますね。旧都とは地獄の縮小の際に切り捨てられた大都市であり、現在は荒くれ妖怪たちが勝手に住み着いています。鬼らしく好戦的であり、非常に高い実力を持っていますね。そんなかっこよくて強い遊戯姉さんが乙女とは程遠い気がするけど。しかし、意外にも東方プロジェクトでは屈指の恋愛経験が多いキャラだったのだ。あの東方で恋愛経験豊富なんて語られたの？それがわかるのが東方水長カボカンです。霊夢がみよいちゃん失踪の理由を探るために地底に向かいました。そこで遊戯姉さんと遭遇。一触即発というムードの中、なんと霊夢は温泉に入れられていた。
どういうこと？その時なぜ遊戯姉さんが霊夢を温泉に誘ってくれたのかというと、思い詰めた顔をしていたので、遠回しに恋愛で失敗した時は温泉に浸かりなさいという計らいだったのです。ほんとだ、めちゃくちゃ乙女で可愛いじゃんか。自分も乙女なギャップを見せつつ、霊夢の恋愛事情もさりげなく聞き出すという、かなりのテクニシャンです。ちなみにその遠回しの言い方に霊夢はちゃんと理解していたので恋愛ことについてかなり詳しいことがわかりますよ。ということはですよ、かなり恋愛経験豊富なのがわかる。あ、そうか。いろんな人の恋のお悩みの相談に乗るぐらいだから遊戯姉さん本人も恋愛経験が多いのか。ということはしっかり、遊戯姉さんも乙女だったのだ。遊戯姉さんが恋愛経験が豊富なのは意外といえば意外だけど、美人だからやっぱり多いのか。ぜひとも歴代の彼氏を教えてください。間違いなく一人はショタくんがいるでしょう。新たなジャンル、お姉ショタ。続いて紹介する実は乙女だったキャラは吉兆や知恵です。マジなところでしばかれるで。や知恵の姉貴つったらインテリ系ヤクザの組長で、めちゃんこおっかない人だろ。好きな人ができても、椅子にするか、足舐めさせてるイメージしかないぜ。えらく被害妄想されましたが、実は非常に乙女なキャラクターだったのです。まずや知恵様については、畜生界に存在する4大組織の一つ、気血組の組長で、東方奇形獣の主人公に憑依することになる動物霊のうち、カワウソ霊はや知恵の配下。元ネタは中国の広東に生息していると言われている、亀の体と甲羅を持った竜。おっと、なぜか同じ吉兆でも竜でも亀でもなく鹿に浴場し、川に精液を垂れ流すというエッな生態を持っていますよ。わざわざそこピックアップすな。確かにマリサさんが言ったように初登場作品の東方奇形獣のや知恵はかなり怖い存在でした。それがどんな感じなのか見ていきましょう。や知恵？素晴らしい腕前です。あなたのような人間なら勝てるかもしれません。では、倒すべき敵の下へあなたを案内します。ヨウム、あれ？本当にあなたは敵ではないの？言われてみればそんなにヤバそうなやつじゃない気もしてきたわ。や知恵？やっと分かっていただけましたか。このようにヤクザらしく人をおだてて、欺きヨウムを使ってケーキを倒すように指示していますね。のんびりしている西洋寺ゆゆ子からの評価では平気で人を欺くヤクザと言われているほどだしね。奇襲が得意だったりとかなりずる賢い性格ですしね。このようになかなかの悪女感がありましたが、獣王園では別人かのように本来の顔を見せるのです。東方獣王園でのや知恵は、青の神社から離れさせる作戦を失敗したりと意外と爪が甘い。部下に対して思いやりがある。顔見知り相手にはフランクにタメ口で接する。自分の尻尾を自慢する。喧嘩友達の調子を心配する。といったように東方奇形獣の頃のような冷血一本やりではない、お茶目っ気のある人物になっていたのです。あとや知恵は早寝早起きも実行していて意外な一面が獣王園で明かされたよね。そう、チアリとのやりとりで判明しましたが尻尾の艶の良さは早起きが秘訣らしい。このことから健康意識と美意識が高くかなり乙女なのがわかりますよ。めちゃくちゃ乙女だったんだな。肌艶を大切にするところ乙女のそれですよね。レミリアお嬢様も早寝早起きが得意らしいので、幻想郷の少女たちが美人な理由は早寝早起きが理由なのかもですよ。私も早寝早起きするようにしていこうかな。あってもこれ以上美人になったら妬まれるかもしれないんだよね。何言ってんだこいつ。さらによもつひさみという歴代少女の中でも背の高いモデル体型なキャラが出てきたのですが、そのキャラと VS モードで勝利するとめちゃくちゃ乙女だとわかるセリフが聞けます。それがこちら。背が高いのちょっと羨ましいな。可愛すぎだー。なんと、ひさみの背の高さを羨ましがるというとんでもなく、乙女なセリフを聞くことができますよ。や知恵の姉貴ってそんな可愛いところ気にするんだ。背が高いのを気にするということは結構男性からもモテたいということで、恋愛の方も気にしているのではと思われますね。つまり、や知恵様は独り身の可能性が高い。これは皆さん、狙い目ですよ。これはまた恋の落とし方講座を開かないといけませんね。ちなみに好きなタイプの男性は誰だと思う？それはやはり、クッパ大王様でしょう。速報、ピーチ姫もう狙われなくなります。続いて紹介する実は乙女だったキャラは西洋寺ゆゆ子です。確かに可愛らしいキャラだけど乙女というより凛としている女性か、のほほんとしていてそんなこと考えてなさそうなイメージだぜ。なんせ幽霊ですからね。や知恵のように肌ツヤとか気にする必要がない。しかし、このゆゆ子もめちゃくちゃ乙女な部分を持っていました。東方ヨーヨー無六面ボスの西洋寺ゆゆ子の種族は亡霊。可愛い見た目と裏腹にいつでもどこでも死なせることができるというえげつない能力を持っていますよ。可愛い顔して恐ろしい。彼女は生前はある火星の娘であったとされています。この火星の名は明らかにされていないのですが、ヨーヨー無の作中に登場する和歌は採用法師のもの。またゆゆ子の名字は採用寺なことからも明らかに採用法師は繋がりがありそうだよね。実は採用法師の祖先が藤原の鎌足という裕福な武士の家系に生まれ、幼い頃に亡くなった父の後を継ぎ17歳で兵衛の城、皇室の警護兵となったんですよ。ということは採用法師の娘であるゆゆ子も藤原家の子供ってことじゃないか。藤原も皇とは遠い親戚ということになりますね。そんなゆゆ子はいつもほほんとしていますが、やはり藤原家のお嬢様ということ
で女性らしい部分もあったのだ。それがわかるのがこちらの東方文化庁の社名丸綾とのやりとりです。綾が新聞記者として古いネタも大切だと語ると。誰が古いのよ。誰もあなたのこととは言ってませんが。失礼ね。私だってピチピチの霊なのに。といったように、歳の高さを気にしているセリフを聞けます。全然関係ない話なのに歳のこと言われたと勘違いするって乙女だな。しかもゆゆ子なんてめったに怒ることないのに、少し怒り気味に言っているのでかなり気にしているのがわかる。かわいい。また自分のことをプチプチというところがあまりにも乙女。幽霊でもプチプチは通用するのか。しかもその後も、もう何年も花を咲かせていない彼君に、魔法の灰を振りかけて花を咲かせたっていう花咲なんとかっていうお話、知っている？花咲じいさんですか？失礼ね。そんなに年じゃないわよ。いや誰もあなたのこととは言っていませんが。といったように、また年について気にする素振りをします。ゆゆ子様の乙女度 120% 過ぎでしょ。このように凛とした女性と思いきや心の中は17歳のゆゆ子様でした。ゆゆ子様を口説くときはお若い幽霊だと言ってあげると喜びそうだ。続いて紹介する、実は乙女なキャラは藤原の猛攻です。なーに言っちゃってるのよ。猛攻といえばボーイッシュキャラの代表キャラだろ。猛攻がエプロンを着て料理とかするわけないじゃん。サムネ見て振ってくれたのかな？まず猛攻については、現在彼女は迷いの竹林に住む不老不死の人間にして蓬莱人です。AI 変後は迷いの竹林の妖怪たちに顔がつくこともあって、迷い込んだ人間を妖怪などから守ったり、妖怪退治もやっているようだ。腕前は相当なものらしく、妖怪退治は団体でやっていると思われている。かっちょよすぎでしょ。死なないこと以外は普通の人間ですが、1000年以上の長い時間を生きている過程で妖術を身につけていて、それを駆使して戦っていますよ。現在は竹林に迷い込んだ人間を守りつつ出口まで案内したり、急病人を永遠亭まで連れて行くなどのボランティアを行っています。上白沢慶音先生とは数少ない理解者の一人で、蓬莱山かぐや、つまり竹取物語のかぐや姫とは殺し合う仲です。私たちの知る竹取物語のかぐや姫ファンキーすぎた。炎以外にもお札や陰陽系といった妖怪退治に特化したような様々な術を駆使しています。猛攻の場合は不死身なのを利用して自分も焼き尽くされるような火力の術も平気で使ってくることから非常にパワーがあり、大妖怪のマミゾウからは信用されていますね。格ゲー作品ではポケットに手を入れたままでのヤンキーキックや、力任せにぶん殴るでヤンキーっぽい戦闘スタイルです。まさかの奈良時代のヤンキー。このように私生活やファイトスタイルからもかなりボーイッシュなキャラクターとなっていますよ。しかし、そんな猛攻もめちゃくちゃ乙女な部分を持っていた。まず意外だったのが料理が得意だったことです。猛攻って料理作るの？コンビニでメロンパン買って横でかじっていると思ったぜ。いやそんな奴おらんやろ。これは皆さんも驚きだったと思いますが、本当に公式で猛攻が料理をする場面があるのです。それが見れるのは月の稲葉と地上の稲葉。ズンさん監修の公式4コマ漫画だよな。実はウサギが好きな猛攻は冷戦を家に上がらせたことがあり、流れで料理を振る舞うことになったのです。なんとそこで猛攻が料理をする場面があった。ほんまや、バンダナもしてめちゃくちゃ家庭的じゃん。手際もかなりのものなようで、料理上手の冷戦からも褒められていました。猛攻って自分の能力を過信して何も食べないらしいけどちゃんと料理も食べているんだ。味も特に悪くなかったようです。またお姫様の試したが超えたかぐやも気に入るお漬物も作ることができるようですよ。ただし毒を食べても死なないので材料選びが下手なようで、毒キノコを食べさせてしまうことも、そこはモコタンらしい。といったようにかなり家庭的で乙女な部分を持っているキャラだったのです。また東方暴月賞小説版でかぐやが月に帰るのではと思った猛攻はわざわざ永遠亭に行き盗み聞きをしたりとめちゃくちゃ乙女を見せていました。かぐやじゃなくて猛攻が出れてるのかよ。このように猛攻は意外にもかなり乙女なキャラクターだったのだ。かっこいいだけじゃなくて可愛いところもあってますます魅力的なキャラだな。ほんとですよね。噂によれば日頃の読書はリボンらしいし。天才以上なのに心は10代少女。ラストに紹介するのは、フランドール・スカーレットです。いや、あの狂気の悪魔の妹のフランドールがいちいちダイエットとか気にしているイメージ全然思いつかないぜ。どうやって綺麗な花火にできるかということしか考えなさそうですもんね。しかし、このフランドールは歴代キャラの中でも屈指の乙女キャラだった。種族はもちろん吸血鬼、レミリアの妹で少なくとも495年以上生きています。見た目としては、七色に光る特徴的な形状の翼を持ち、瞳の色は真紅、金髪ないし薄い黄色の段髪を左側を結んで、サイドテールにまとめ、その上からナイトキャップをかぶっています。ピンクの服に薄い青髪といった姉と違い、金髪など全体的に赤が強調されていますね。といったように可愛らしい見た目ではあるものの、原作では狂気そのものと言えるほどに恐ろしいキャラだった。東方地霊記伝では矢で貫くだけではなくて、なんと東方プロジェクトとは思えないほどのバリバリの腹蹴りを悟りに入れたことも、美少女が活躍する作品とは思えない衝撃映像。フランドールの証言によると、大丈夫よ。これぐらいで死ぬ妖怪はいないわ。せやかテクドー。しかも悟りお姉ちゃん歩いていてバテるぐらいひ弱なんですが、またよく見ると心臓をがっつりと貫かれていますがこれも峰打ち程度らしい。確かに完全に心臓いかれてるよねこれ。
妖怪は頑丈らしいけど、さすがにやりすぎでしょ。さすがにこのままだとまずいと思ったのかメロンブックスの特典でサトリとフランドールのツーショットを特典としていますよ。さらにメイリンの喉元をがっつり持って持ち上げながら高笑いするという狂気さを見せていました。嘘だろ、初の絡みがまさかのハードな SM プレイ？そんな恐ろしい原作フランドールは実は意外にも乙女な部分を見せたこともあったのです。まずフランドールはお肌の調子を気にしていた。吸血鬼の苦手な太陽の力がある灼熱地獄跡地に行ったことで肌荒れしたようですが、それを気にしていました。あらお肌の調子を気にするなんて乙女じゃないの。肌荒れを気にする仕草を見せているところかなり乙女なので将来大人の女性としての成長も楽しみですよね。また実はフランドールは日本語だけではなく英語もできるらしく、高魔教では英語で話す場面が見られますね。英語を話せるようになればやはりモテるので学んだのでしょう。いや幻想郷では関係ないでしょ。またフランは、砂糖少なめのケーキを好んでいるようで体型も気にしているようですよ。体が頑丈な吸血鬼は太るとかあんまりなさそうだけど、それでも気にするってかなり乙女なのがわかるね。また食事に関しては頼めば何でも持ってきてくれるわと言っていることから食事は自分の食べたいものを地下に持ってこさせているようですが、その食べ物はこちら。おそらく人間ステーキ、パン、サラダ、スープとかなりバランスのいい質素な食事をしています。ほちゃんとサラダも食べて偉いじゃん。量も少なめで、少女らしい食事をしていますね。ごつ盛り焼きそばとか食べてなくてよかったよ。いやキャラ崩壊だわ。ちなみにこの食事で嫌いな食べ物が判明しますが、それに関してはこちらを見るといいですよ。肌荒れや体型を気にすることからも意外と男性とのお付き合いもしてみたい、またはしたことがあるのかもしれませんね。それにしても、こんなにも東方キャラが乙女をしていたなんて知らなかったぜ。もっと恋愛事情についても深掘りしていってほしいですよね。視聴者さんの恋愛してみたいキャラがいれば教えてくれよな。また原作設定から見る東方キャラの恋の落とし方もご紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。